私名前はですね、谷口住輝と言います。で、生まれは福岡県です。福岡県で生まれて、1年半目にですね、1年半した時に母親が亡くなって、で、父親、よそに働きに行くということを言ったために、私と兄貴と姉と兄弟3人ね、長崎の母親の実家に引きずられてきた。1929年の1月26日ですね、に生まれる。まあ特別に変わりない。変わらなかった。もう習ってるのは学校でも勉強ですから、勉強だけ、勉強も普通学校でね、いろいろありますけどね。まあそんな中で戦争が始まったということはね、ありましたけど。まず学校でいろいろ数学とか国語とかね、音楽とかいろんなもあります。まあそれはもう、走ることは運動することですね。今みたいなクラブ活動でそんなのないです。もうスポーツというよりは、もうその頃今みたいなね、スポーツはありませんから。スポーツはもう今、野球とかなどあれ全部ね、戦後入ってきたものですから。私の時は、今、皆さん考えるようなスポーツはない。ただ走って回るとか、走るとか、鉄棒などね、そのことだけ。私の学生小学校時代に戦争が始まった関係で、そんな、普通一般的にね、遊ぶということはあんまりなくて、ね、戦争のために体をね、元気な体を作れということだけの運動ですね。そのことです。戦争のためかどうかはね、まあ子供の時そんなことわかりませんから。ただ学校で決まった運動をね、するだけのことです。別に変わりありません。戦争あってもなくても、ずっと同じ生活でね。子供の時ですよね。私は学校はですね、学校は、1943年に学校を卒業して、で、それ郵便局に就職しました。で、郵便局で仕事をして、被爆しました。郵便局に仕事を始めてが2年目ですね。その時被爆しました。結局今言ったように、16歳の時に、原爆中心地から約 1.8 キロのところを自転車で走っていて、後ろから原爆を受けました。で、もう自転車もろともね、3メートルぐらい飛ばされて、道路に叩きつけました。道路に伏せてるときに、もう近くに大きな爆弾が落ちたんじゃないだろうかと。このまま死んでしまえないかと、死の恐怖に襲いました。しかしそこで死ぬものか、死にならないと自分を励まして生きてきたんです。で、その時に道路に叩きつけられて、道路に伏せていて、もってしばらくは地震のようにこに揺れると。飛ばさないようにね、道路にへばりついていったということね。で、その時、このままね、死んでしまうんじゃないかと死の恐怖に襲いましたけど、ここで死ぬもんから死んじゃならないと自分をね、励まして生きてきたんです。で、しばらくしたら作業収まったので、起き上がってみると、左の手はこの腕から手の先までね、暴力をされて皮膚が垂れ下がっていて、で、背中に手当ててみると、鍛えても何もなくね、ぬるぬると焼けたれていたんです。で、それまで乗っていた自転車はね、車体も車輪もつかまならないように曲げくねてしまったんです。あの時、自転車試合場だったらね、乗って走ってたろうと思います。自転車が壊れてしまってて、で、その自転車試合場だったらね、乗って走ってただろうと思います。それから、
行き先をどこに行けば安全になってね、行き先頭の中に描いて歩いていったんです。なぜかというと、傷からね、一滴の血も出ないんだよ。痛まった感じなかったね。痛も感じなかった。傷も血も出なかった。あいつは、近くの大きな爆弾をしたんだからみんな思ってるから、どっか避難すればね、ということで、行き先頭の中に描いて歩いていったんです。で、近くで遊んでた子供がね、亡くなってたんです。一人はもう黒焦げになって死んでいて、一人は傷の何も受けなくて死んでしまったんです。そういうことを今でも私にね、忘れることはできないです。それで、近くのね、トンネル工場がありましたので、そこまで歩いて行って、それで、何センチぐらい台に腰を下ろして、で、そこの、いる人に頼んで、この手に下がっている皮膚をね、邪魔になるので、それを切り落としてもらって、切り寄ってもらったんです。それはあったんです。三井兵器のね、チャンネルをやって、そこに今日安全だと思って、そこまで歩いて行ったんです。歩いて行って、その中入って、70センチぐらい台にね、腰を下ろして、そこの中のいた人に頼んで、ね、この手に下がっている皮膚が邪魔になる、それを切り落としてもらったんです。それで結局、被爆してからですね、1年9ヶ月はうつ病になったものの状態ね。3年7ヶ月過ぎて、やっと病院を退院して、で、元の仕事にね、復帰したんですね。これが、被爆してからね、1ヶ月後か。1ヶ月過ぎ、後ですね。これが半年後です。と、これは、この人寝てたためね、胸の床でこの人、骨は腐ってしまって、この骨全部腐ってしまってね。私はね、この人1年9ヶ月うつに寝てて、そのためこの人床で腐っていく。で、そして3年7ヶ月ね、これ避けて1年、半年後ですけど、そして3年7ヶ月病院生活してて、それも長崎じゃなくて、大村ありますけど、そこ病院だったから、そこを3年7ヶ月で退院して長崎帰ってきたんです。それからその中で、先ほどおっしゃったそういう ABCC からね、一切私に対しては、質問も、お呼びも何もなかった。なかったから私の方から一回連絡してね、どうなってるかと思って連絡して調べてもらったけど、その時は、この子の後から半年ぐらい、3ヶ月が4ヶ月ぐらい経ってから、この子の紙切れは1枚でね、検査の結果異常ありませんでしたというね、その連絡が来ただけ。それは本当に異常なかったということはない。異常あるんですよ。あるけど異常なかったと言って、その通じが決まる。なんかそれ前後実は ABC でね、全く向こうから呼ばれていくとか、ね、そんなことはありません。長いこと病院にいたためにね、長いこと病院にいたため、私の体でね、検査しても何も出てこないと思ってたんだろうと思います。だから私は何もね、お呼びはなかったということで。で、ABC はね、確かに私のことについても知ってたんだろうと思うんですね。何かと、被爆者のカルテ全部アメリカに調査に持って行ってますから、それ結局、密徹していくのが実は ABC なんですね。だから被爆者のカルテも一切残ってません。しかし私の場合は一部抜き取れて、あと残ってます。だから、長崎原爆資料館のね、資料の目録の中に、被爆者のカルテね、私のだけだって書かれています。何回してもこの人ね、ここは、じゃあこれ入れてますけどね。米国調査団のね、調査団の人って書いてます。ここは昭和21年のね、2月の27日から、4月の27日までの間は完全に抜き取ってます。で、その、前のものですが、後の方も、いくらか抜き取ってて、
ないところがあるんです。だから、家ビシシはね、その私のことについてね、自分このカルテのもうね、持ってるはずです。抜き取ったものを持ってるはずですから、だから、私のことについてね、ほとんど大体知ってるだろうと思うんです。まあ、その関係で連絡来ないのかね。で、私に調べたって何も出てこないか来ないのか分かりません。さあ、相手の指しをすることですから。で、カルテは中身全部抜き取れて。しかも他の被爆者のカルテに全部ありません。全部アメリカに持って行ってしまってますから。だからこの病院に入ったのもね、昭和20年の11月1日に入院してますけど、実際に11月26日からしか書いてない。何日からですか？1945年の、1945年11月1日にこの病院に入った。はい。だからそこから中にはならないんですけど、その初めの方の、これ11月26日からしかこの書いてないんですね。この前はね、抜き取ってんだろうと思います。で、その次、今言ったように、21年の2月27日から4月27日まで、この間は抜き取ってます。この間っていうのはね、一番ね、白血球、赤血球のね、動きが非常に激しい時。で、私何回もこの人境ね、死んだ、生き返った、死んだ、生き返った。これ何回も繰り返す時ね、その時のは抜き取られています。それね、話をしてくれって言われてね、した時に、その時に、実際に、私、被爆した時からね、それからあとずっと話してます。先ほど言ったように、1年9ヶ月この人うちに寝てる。その関係とかが起き上がりになってからね、退院する。退院してからその後、どんなことをしてきたのかということをね、その話してます。それも、一生忘れることできません。思い出すんじゃなくて、私は彼の中にもずっと染み込んでしまってますから、思い出すんじゃなくて忘れることができないということです。結局、放射線の病気というのが出たらね、もう終わりですからね。だから、その前の、その放射線によって侵されたね、そのものによっての、治療ね。これ全部放射線でやられてるわけですから、ただ単にこれ、普通のやけどと違います。放射線でこれ全部この人焼かれてるから、これ完全に良くなるということはね、ありません。だからこれまで何回もね、放射線で焼かれていろんなこと出てきて、この人何回もね、手術をしてます。これ背中の方ですけどね。手術して綺麗な皮膚をね、貼っても、これ綺麗な皮膚を貼ってるんですけど、貼ってもこれで焼けたとまた同じになってしまう。これ何回してもこの人手術してます。これは5年前の。5年前こう手術した時はね、何回してもこの人貼ってます。貼ってるけど全部が焼けたと同じになってしまうね。で、これは結局、今から3年前ですね。この5年前こう手術は実はここにちっちゃなのもあるんですけど、これが2年過ぎた時ね、この人大きくなったんですね。だからこれ今から2年後過ぎた時に、ここ手術して、ここ全部硬いものね、医学で全くわかるものできるんだよ。石みたいなのが。それずっと削り取って、これも実は骨のとこまで削り取ってます。で、そこにこの皮膚をね、ただ単にこれ皮膚じゃなくて、肉もつけて、それはここから、こう切ってね、ここから取って、これ幅がだいたい5センチ5ミリ。長さが8センチある。ここから取って、ここ貼ってます。一応貼ってるからこの人、今のところついてるんですけどな。これはまた、このとこ全く同じにね、なってしまうんじゃないかと。先ほど言ったこの真ん中丸いとこね。この部分。これちょっと写真の撮り方はどうだかわからないけど、その部分はここですね。何回してもこうやって手術してます。で、これは貼ったんですけどね。もう、ちょっとこの皮膚は綺麗なもの貼ったけど、また焼けたと同じようなね、状況にね、今ずっと変わりつつあります。だけど、一番初めにしたね、ここなんです。これ血も剥ぎ取ってね、手術してます。それはこのカルテの中に載ってます。しかし、その時実はここからね、とにかく皮膚を、今も随分小さくなりましたけどね、ここです。こうやってね、こうやってこれ取ったんです。これ取って実は、この中にあります。今結局こことかね、
こことか。で、ここら辺のね、これも悪くなってるとこあるんですけど。それはまだ、今どうするかまだわからない。この後手術しなきゃなるかどうかね、まだわかりません。今ずっと病院に行って見てもらってますから。だからただ原爆の被害ってね、ただ単に放射能だけじゃないんだよね。放射能だけ、それだけはね、だから原爆のね、被害ぐらいにして、日本のシェフが言ってますけど、これさっき言ってるんだけど、熱線も、爆風も、全部こう放射能が浮いたものね、それ全部人間に、ね、生き物に叩きつけてくるわけですから。だからその中で結局、ただ単に火傷だということにならないと。でもこれ放射能さ、ね、一緒に焼き付けられていますからね。だからこれはもう、この中でね、実はもうすぐ骨なんで。ここだけ分かりまして、これもう骨なんで。肉もないんだよ。血管もシェルに取ってない。で、これは皮下細胞もないんだよ。だから、そのものだから、いつこれをね、どう変わっていくのか。いや、そのことで政府はね、何も考えてない。政府だけじゃなくてね、この核兵器使った、例えばアメリカだってね、そのことになるということを知らないであると。ただ原爆を受けた。ただ放射能を浴びた。ただそれだけしか考えてないと思うね。このような放射能を受けたらどうなっていくのかというね。この部分について政府からね、この病気は原爆にね、変わる病気なんだというね、認定もらってますから。その認定書をもらって、それは結局、大学病院か原爆病院しかできない。だから私の場合、原爆病院にずっとかかってる。しかし原爆病院でできないときは、次は大学病院で。こう大学病院か原爆病院かね。これどっちかしか、他のとこ行ったってわかんないね。わからないし、その書類がね、使えない。これは実はアメリカがね、これは、共産が写したものです。はい、で、これは結局は、私にね、代わって病院の先生が、写してくれたものですから。だから、これ。まあ、例えば、この前ね、国連演説するときに実はこれをね、見せて演説してますけど。他のと言ったってね、結局、日本の医者がわからないですね。日本の政府がわからないわけですから。日本政府がわからないところで、全くそういう被爆者扱ったことないね、アメリカとか、外国のね、病院にこれ行ったってわからない。なので、これ、この傷の下はもうすぐ骨なんです。肉もない。血管もシェルに通ってない。だから注射針に麻酔打つときにね、注射針刺すけどね、注射針は簡単にね、刺されないときはあります。だから注射針刺すときに、麻酔打つときは二人からでしなきゃいけない。注射ですか？麻酔をね、手術するとき、女とか麻酔手術するときね、痛み止め麻酔をする。その時は二人でね、先生二人かからない、先生か看護師さんが二人でなければね、その注射ができない。なぜかというと、簡単これ刺さらないから。やっと刺さったらね、刺さったらその針の部分を誰か一人握っとくから。そして、上の注射器を誰か持っててね、それでこう入れていくね、注射器入れていかなきゃいけない。そうやってさーっと普通みたいに入っていきませんからね。ものすごい時間がかかるね。だけど入っていかないと外にね、漏れてしまう時もあるんだよ。だから今言ったように、針の部分を誰かに押さえていって、で、注射器をね、誰かが押さえなきゃいけない。そうしなきゃ結局、中に注射器に入っていかない。それはですね、今、何か核兵器があれば、ね、人間を救うことができるみたいに思ってますけど、核兵器でね、絶対勝つ人もなければ負ける人もない。勝つ人もない。全部、核兵器でね、受けたら終わりだっていうこと。ましては、ロシアとアメリカがね、1550発ということで、そこまで減らすということでね、話し合いしましたけど、1550発残っても、このうちの1発というのは結局、45年前のね、65年前の、65年前のね、広島、長崎のね、その原爆のね、何百倍以上あるものですから。だから、その一つやっても、これで、ね、生き残るということはできないということでね。そのことをみんなしなきゃいけない。だから、核兵器あればさ、助かるのとね、
核兵国の人は言ってるけど、あたり絶対助からないと。だから核兵器と人類は共存できないと。核兵器で人間を守ることできないといつも言って。そのことを言うにね、皆さんがね、世界の人たちやアメリカだけなくて、世界の人たちにね、全部知ってもらわなきゃいけないという。だから、そういうことあるもんだから、次から次ね、そのこと知らないもんだから、次から次なんか、核兵器持って助かるみたいにね、核兵器を持つ国が増えてきてます。あれ結局、核兵器今持ってる国がね、それなくそうとしないから、その核兵器作って持ってるけど、そうなってくると世界はね、もう滅びてしまうんだっていうことね。ただ世界中が助かるということは、核兵器だけじゃなくて、人間の心をね、一つにしなければ、世界は残らないということね。そういうことをみんなしていただきたいと思います。ありがとうございます。